さえればミニ四駆は遅くなるよね。実に、単純明快な発想です。しかし、それを実現させるということは別の、問題なのです。前回はつまり、ミニ四駆の速度制御が、テーマでした。ブレーキを使いこなすはずが、どうしてこんなことに？速度制御はモータースポーツにおける命題の、一つ。現代ミニ四駆が立体化したコースを、駆け巡るためには、速度制御は切っても切り離せない重要な要素であることは、皆さんご存知の通りです。レーサーたちは日々様々なアプローチでそれに、挑みます。今回は少しばかり、独自すぎる発想によりミニ四駆の、改良を重ねようとしている我らが、主任さんと F1 君、グレードアップパーツを駆使し、タイヤを直に抑え込んで、速度制御を試みようとするこの方法は果たして、いかなる結末を迎えるのでしょうか？なんとも頭の悪そうなもとい、他に類を見ない奇抜なギミックが、誕生しそうです。大丈夫かこれ？という至極当然な疑問が、頭をかすめますが、やってみないとわからないの信念で、突き進みます。誰だよこんなの考えたの？こんにちは。見たいもの作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。超使い、VZ で、ギミック、第10回目ですよっと。前回は、頭の悪そうなブレーキを、作ったんでしたっけ？言い方、奇抜とか、新しいアイデアとか言ってくれないかな。そもそもスピード制御っていうのはモータースポーツ最大の課題の一つでもあるんだよ。それを新しい発想でブレイクスルーしようとするこの姿勢を褒めてほしいわけよ。何言ってるんだろうこの人。わかんない。かねてから現代ミニ四駆は速すぎるっていう話をしてるけどさ、今後このモータースポーツを発展させていく上でより多くの参入者を獲得する必要があるんだよ。つまり欲しいんですからね。そのためにはこのスピードコントロールは絶対に避けて通れない道なんだよね。だからこそ僕は他の人がやらないアプローチを試してみようとチャレンジしたんじゃないか。そもそも面白いことっていうのはさ、みんなが寄ってくるんだから、それで多くの参入者っていうやつで本音は作ったら面白いかなってやったらできたんだよ。ラッキー。やっぱりそんなんだったか。原理は簡単も構造は複雑を極めてより人は人らしく。主任さんの好きな例のあれですね。簡単なことを積み重ねて複雑化していくことが僕は正解へ至る道だと常々思ってるんだけど、そんなもんですかね。そもそもこれはうまくできただろう。前回も言いましたけど結局リアローラーがなくなってここをこすって減速してるだけだと思うんですよね。せっかく考えたんだからまず褒めようよ。褒めて伸ばすのって僕は好きだな。はいはい。じゃあリアにローラーつけましょうよ。ってことで前に作った一軸リアアンカーをバラしてこれに取り付けていくとかで OK ですか？分かってるじゃないか F1 君。本当にこういう再利用とか大好きですよね。もったいない精神って日本が誇るいい文化だと思うんだけどな。VZ4 でこの一軸リアアンカーを作りましたのでそちらの方も見てくださいね。高評価もよろしくお願いします。動画的には新しいギミック作った方が回ると思いますよ。それを言うなって。さて作業に移る前に恒例の構造解析をやっておこうか。そうですね。一応超使いとタイトルに銘打ってますしね。ミニ四駆技術よりアフターエフェクトの使い方が上手くなってますね。それを言うなって。映像表現だって僕のやりたいことの一つなんだよ。さてじゃあ始めよう。一番重要になるパーツはこれ。特にこのバネ部分はとてもよくできたと思っている。芯を必要としないでバネが固定されていて、なおかつ稼働するってのがいいよね。確かにここはよくできてますね。当初はプロペラシャフトを使って動かそうと思ってたんだけど、マスさんのこのパーツを使うことによってここを回転軸としてこういう風な動きができるようになったってのは自分的に素晴らしい発見だと思ってるよ。褒めてくれていいよ。はいはい。ということで構造解析はこんな感じ。まず必要なグレードアップパーツはこれ。結構な点数がありますね。ボーリングマスサンパー、メタル軸受け、スーパー X シャーシー FRP マルチ強化プレート、 AR シャーシー FRP フロントワイドステー、 FRP リアブレーキセット、 MA シャーシのブレーキパーツ、適宜のサイズのネジ8本、ロックナットを2個、
プリング銀のやつ2個だね。ナット8個って感じだね。さあこれらを使って組んでいこう。まず一番大事なパーツからいこう。ボーリングマスダンパーのこのパーツとメタル軸系を合体させる。パーツを合わせて穴を開ける。ドリルの径は最大で 2.5mm まで拡張してね。それとこの部分は少し円状に削ると接着するときにガッチリと止まるよ。ほうほう。これを2つ作る。スーパー X シャーシ FRP マルチ強化プレート。ブレーキを止める部分だから 1.8mm 系までね、ナットで固定。 AR シャーシ FRP フロントワイドステーをカットしてネジ止めをする。外側を削る。これでタイヤを押さえつける機構の完成。これを FRP に取り付けていこう。支点の穴はここ。ロックナットの固定位置はここ。ナットを1つ追加して FRP に取り付ける。この1つ分の高さがポイントだね。ロックナットを固定する。さっき作ったパーツをはめ込む。バネを入れる。これで完成。どうよ。確かにバネの部分の構造がとてもいい感じですね。応用とかできそうじゃないですか。そうなんだよね。これメタル軸系とロックナットの間にバッチリはまるんだよね。それじゃあテスト走行ですね。待て待て、今度はこれに一軸リアアンカーを合体するんだよ。あ、そうだった。じゃあ VZ4 で合成したこの一軸リアアンカーをこのブレーキに合体させていこう。新しいリアギミックはまた次の機会ってことで。またいい加減なことを言う。まずさっきの土台の FRP を交換する。二度手間。言い方。実はこのリアブレーキステーを交換するだけでバッチリ合うんだよ。土台になるパーツは FRP マルチワイドリアステー。パーツをつける穴はここの4箇所。他のパーツの加工は一軸リアアンカーの動画を参考にしてね。さっきと同じように不正になるパーツを取り付ける。ナット1個分がポイントでしたね。次はロックナット。ブレーキの基本的な部分は共通なんですね。それからバンパー部を乗せていく。ぶれないように押さえのパーツも追加。ここもナットで高さ調整をしてね。あとはブレーキ部分をつける。はい、完成。見事じゃね。なんか随分しっくりきましたね。自分でもびっくりしたよ。マジでぴったりとハマったんだこれ。ほんとうまくいったわ。確かに自慢したい気分になるくらいうまく合体してますね。だろう。結果オーライってやつだね。いや合体はロマンだよね。絶対たまたまうまくいったやつだなこれ。さて走行に行こうか。ヤフー。ということで来ましたヨドバシコース。お世話になります。あれ、いつものコースは改装されててさ、なんか縮小されてるみたい。これからの撮影どうするんですか？まあミニ四駆も商売だからね。もっとミニ四駆を流行らせないとダメそうですね。そうな、ミニ四駆がメジャーになるようにもうちっと動画頑張るわ。さて気を取り直してマシンの助言はこれね。ライトダッシュと3点、5対1ですね。とりあえず走らせてみようか。やっぱ大きいコースはいいよね。どうよ。気持ちでいいチェンジで減速してるように。どうよ、ちゃんと減速してるように見えたろ。あの構造でまともに走ってるのに納得できません。完走できればとりあえず成功って言ってもいいだろうよ。ガバガバ設定で草。スローモーションだとこんな感じだね。一軸リアアンカーとの相も良さそうですね。いい感じだよね。一応ブレーキのネタとしてバンキュッシュのブレーキの教科書についても触れておこう。これ知ってるかい？ああ、一応。なんだかとても出来が良くて JC 当日につくみで作ってレースに出たら結構走っちゃったとかの話を聞くあれですね。そうそう、
ト自体は今はあんまり見かけないんだけど、ネット界隈じゃいい値段がついてたりするんだよこれ。ほれ。ほんとだ、1万円超えてますけど、嘘でしょ。でさ、実はこれについてる説明書がとてもよくできているんだよ。これだ。こうやって2種類のブレーキを場所とか指定して装備するように記載されてるんだ。へえ、面白い。公式が出しているブレーキの教科書ですね。これ。確かに。ああ、これテキスト代込みなんですね。だからあんなに高いんだ。おい、悪質なデマはやめろ。でさ、これは借り物だけど、これ一見の価値があると思うんだよね。ブレーキのノウハウが書いてある説明書は珍しいかも。マジで再販してくれないかな。再販するらしいですよ。え、マジで？楽しみですね。さすがタミヤさん。最初はこれで実験した方が100を稼げたのでは。うわ、しまった。その手があったか。もう一回やり直そうか。バカ言うな。ということで今回はこれまで。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ミニ四駆をよりメジャーにするためにこれからも頑張ります。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解。今回のおまけコーナー、はーじーまるよー。ってことで、3D プリンター導入ガイド、サクッと終わらせてメジャー企画を、主任さんからパクろうと思います。言い方。で早速、3D プリンターで、モデルの印刷と行きたいんだけど、そもそも、この企画書を読むとね、ふむふむ。プリンターの印刷のために出力データが必要でそのために G コードって印刷用データが必要でその G コードのためにスライサーってソフトウェアが必要でのスライサーに必要な元の 3D データのために 3DCG ソフトが必要でそのソフトを怖い怖い。何を召喚するつもりですか？だから 3D モデルじゃね？誰がうまいこと言えと？つまり、要約すると、3D プリンター、使うには手間がかかりますよ、ってことらしい。そりゃそうでしょうよ。まず 3D プリンターの種類から。あ、そこから？まず一般的に手に入りやすい 3D プリンターは、この2種類、積層型と光造形型があって、主任さんが使ってるのが、積層型ってやつ？エンダー3ってやつでしたね。概要欄にリンク載せときます。これにデータの入ったマイクロ SD カードを、つないで印刷できる。割と簡単ですね。印刷はね、その印刷物を、どうするかが問題なんだよね。ふむふむ、簡単に手に入りませんか？データ？入るみたいよ。入るんだ？シングリバーズって、サイトに 3D プリンターデータを無料で公開してくれてる人がいるんだよ。これをダウンロードすれば 3D プリンターで印刷できる、らしい。へえ、すごいですね。概要欄にリンク貼っとくね。おもちゃとか小物とかツールとか、とにかく、いろいろあってさ、もうこれでいいんじゃないかな、とか思う。早速企画が破綻しそう。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。